僕ね今これほとんど内側水使ってないです。おお、そうなんや。ギリギリですよ。それはもう。例えばこういうふうに入り済みにすると、なんか強くなるとかかけにくくなるとか、だから炭が入ってるからかけにくい。ろくろでこうやって水拭きをした後、もう僕入れ墨予報結構作ってたけど型を使わず、まあその通り桃山の入れ墨に近いものができてたと自分でも思ってるんですけど、いくつも作ります。で諸板に並べるでしょ、でそれを室という部屋に、風通しのない部屋に置いたり、あとはそのビニールハウスのポリに包んだり、まあ普通のビニール袋でゴミ袋でもいいけど、包むでしょ、で包むと面白いことに、今ねもうほんとこんな感じで風に吹かれて縁っこの方はだんだん乾燥していきます。で一番乾燥しにくいところがこの厚さのあるところやね。陶芸やってる方なら誰でもわかると思いますけど、薄いところと厚いところの乾燥具合が、差が広がりすぎるとすごい扱いづらいです。それは乾燥していくと土ってまあこれ白い土だから白くなっていくんだけど、もう削るっていう作業ができなくなっちゃう。あ、そうだね。で、厚いところと薄いところの乾燥の差を縮めるには何がいいかというと、ほとんどこの中、この空間を空気を動かさない、つまりビニール袋に入れちゃう、封をする。そうやね。とで温度もこう水蒸気が高くならん、いいんだけど外置いとってもいいわ。これを長い期間置くほど薄いところと厚いところの乾燥具合が近くなっていきます。そういうことか。これね改めて口にすることはないと思う。本当に大きい作品、大作を作った場合、どう乾燥させようっていう場合は、まあ、新聞紙巻いたり、そう紙を巻いたり、で多分紙とかビニールとかない時代、桃山時代だったらむしろかな。そうだね。藁とかもみ殻なんて邪魔くさいから干し草みたいなものを、濡れたものをかぶせるとかしてたんじゃないかなと思います。今だからよく僕いつもお話しするのが、その薪で焼いてたんじゃなくて炭で焼いてたっていう話もそうだけど、僕たちは明治大正昭和から、豊蔵の時代から、例えば機関車、自動車、電気当たり前なんやね。これがない時代に、桃山時代ね、いつこれろくろやってたかって、ろうそく灯して真夜中でもできるかもしれん。僕やったら電気ポチンと押して真夜中でもこれろくろやってた。そうね。
だけど昔はろうそくでやってたのかと。そんな高級品やね。ろうそくも何も昼でしか活動はできないんじゃないかとか。めっちゃでっかい石があった。めっちゃでっかい石が一個持った。うちの庭の砂利屋に混ざっちゃったんやね。だから僕らの今の感覚と昔のものと考えると、やっぱ昔に合わせて作った方がいいと。それが豊蔵のムタブラの生活そのものやったよね。お風呂でも薪で、ガスのお風呂は水が硬くなるって言ってね。水が硬くなる、ガスで炊いた風呂は。いい表現だね。すごいね、さすがだね。なんかね、よく焼き物を作る人のイメージが荒川豊蔵さんのイメージそのものやね。なんかそれは昭和以降、あとはこういうのが加藤藤九郎。なんかキーランチャーをバリンってやりそうやで、藤九郎さんはやっとった。おいしんぼの唐山遠山東仁先生やね。そのまんまキャラクター絵も。本当やね。こうやね、さっきから言ってる35分。35分なんて言葉、今さっき自分で使い始めたばっかりなんですけど、なんか調子悪いなと思ったら、この左手の位置やね、ここなのかここなのか、この位置、これで決まります。いいですね。僕ね、今これほとんど内側水使ってないです。そうなんや。ギリギリですよ。それはもうなんかね、びっちゃびちゃのあれでやるって印象があったけど、違うんやね。まあ水使う人ほど下手くそとも言えるし、効率がいいとは言える。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。